部長が中卒は留守番しとけって私をバスに乗せてくれなかったんです。社員旅行の日の朝、俺は台風の中、びしょ濡れの女性社員がポツンと立っているのを見つけ、衝撃の事実を聞かされて、両目を見開く。部長って、どこの部の部長のこと？牧田営業部長です。俺は、そんなバカな、と焦った。そして俺は今一度、近子に確認した。本当に牧田部長に言われて、バスに乗れなかったんだね。近子は小さくうなずいた。牧田部長を今すぐ呼びなさい。俺の名前は高島啓太。今年35歳になったばかりで、高島金属という小さな町工場の社長をしている。会社の従業員数は約30名で、アットホームな雰囲気が売りだ。俺たちの仕事は、金属製品をクライアントのニーズに応じて加工し、販売することだ。現場作業員は全員男性、女性従業員はバックオフィスや営業に所属している。高島金属は今日から1泊2日で社員旅行に行くことになっており、社長である俺ももちろん参加する。夜にはちょっとした宴を設けるので、俺は朝からウキウキしている。しかし、残念ながら天気には恵まれなかった。台風が接近していて、今俺のいる地域は暴風域に入ってしまっている。社員たちはすでにバスで出発しており、何事もなければいいがと案じていた。俺は無人のオフィス内で溜まった書類仕事やメール、電話対応に追われていた。こんな時、秘書がいてくれたらと心から思う。俺はこの会社を先代の父から受け継いでいるが、父が社長の時は秘書を雇っていた。俺も秘書雇おうかな。これは何度となく考えていたことだ。なぜ秘書がいないのかと問われると、忙しくて募集をかける暇がないせいだと答えるしかない。では、バックオフィスから一人スカウトしてみるのはどうだろう。すでに高島金属に雇われているのだから、人事部の審査は通っており、俺が募集をかけるよりも確実にいい人材が選べるような気がする。巷では、秘書検定の2級に合格していないと採用しないなんていう企業もあるらしいが、俺はそれについてはどうでもいい。持っていれば好ましいが、持ってなくても構わないと思っていた。社長、ちょっといいですか？事務所の入り口から俺の専属ドライバーである金田が声をかけてきた。彼ももちろん高島金属の一員として俺を乗せて旅行へ行く予定だ。どうしたんですか、金田さん。ドアを開けると外の暴風雨の音が大きくてなかなか声が通らない。俺も金田も大声で話すというよりは怒鳴り合っているような感じだった。だがあまりにも金田の声が聞き取りづらいので、俺は席から立ち上がって入り口へと移動する。すみません、金田さんの声よく聞こえなくて。本当にすごい雨風だ。そして本当に先に出て行った社員たちは大丈夫なのだろうかと心配だ。いや、表にね、いるんですよ。何がいるって？女の子ですよ。俺は、は？と思った。なぜこんな寂れた工場に女の子がいるのだろう。迷子か何かだろうか。とにかく、こんな台風の中、女の子が外にいるなんて危険だ。俺は傘立てにあるビニール傘を一本手にすると、革靴を履いて屋外へと出てみた。うわっ！外に出た途端、吹き上げる風と乱舞する雨に傘を取られ、俺は慌てて傘を畳んだ。
そして金田の言っていた女の子を発見した。彼女は工場を覆うシャッターの前に立っており、傍らに小ぶりのスーツケースを置き、ショルダーバッグを斜めにかけている。彼女のものとおもしき折りたたみ傘は、彼女の足元で無残な姿となり果てていた。彼女は確か、今年入社したばかりの半沢千佳子さんではないかと、俺は目を見開いた。だが、なぜ他の社員と一緒に出発していないのだろう。そして、どうして中に入らず、雨風に当たっているのだろう。俺はとりあえず、半沢千佳子のそばまで行ってみた。だが、彼女はなぜだか呆然としているようで、俺が近づいていることに気づいていないようだ。半沢さん？名を呼んでも、ピクリともしない。この子、もしかして目を開けたまま失神しているのでは、といぶかった俺は、彼女の顔の前で手をひらひらとかざしてみた。彼女はようやく俺の存在に気づいたようで、こちらに顔を向けてきた。半沢さん、こんなところで何してるの？頭の先からつま先までびっしょりじゃないか。早く中へ入って着替えよう。もしかして集合時間に遅刻してバスに置いていかれてしまったので我を忘れてしまったのだろうか。俺はこの時何も知らずに能天気なことを考えていた。千佳子はオフィス内に入るとロッカールームへと移動していった。俺は彼女が戻ってくるまで仕事の続きに手をつけ始める。千佳子が戻ってきたのはそれから1時間が経過した頃だった。さっきまでの服とは別のシックなワンピースに着替えている。社長、すみませんでした。うん。台風の中、外にいるのは危険だよ。これからは気をつけてね。そういうことではなくてですね。千佳子は何かを言おうとして言葉を探しているようだった。私、中卒なんです。うん、知ってる。それがどうかしたの？俺は千佳子が中卒であることを承知の上で雇用している。学歴がどうとかいうやつも中にはいるが、中卒だって仕事で成果を出していれば問題ないと思っている。私、この会社は学歴主義じゃなくて実力主義だって聞いてました。そうだけど、なんで過去形なの？なんとなく千佳子の話がシリアスになってきた気がして、俺は仕事をする手を止めた。千佳子は俺の目の前の椅子に座り、顔をうつむけながらポツポツと話す。部長が中卒は留守番しとけって私をバスに乗せてくれなかったんです。俺は驚きのあまり両目を見開く。部長ってどこの部の部長のこと？牧田営業部長です。俺はそんなバカなと焦った。牧田は俺の父の代からこの会社に勤務しており、父からの信頼の厚かった男だ。俺ももちろん牧田の手腕を評価し、また信頼している。それに牧田も確か中卒だったはずで、なぜ学歴で千佳子を傷つけるのか全くわからない。俺はこの会社を学歴で人を差別するような会社に育てた覚えはない。そして俺は今一度千佳子に確認した。本当に牧田部長に言われてバスに乗れなかったんだね。千佳子は小さくうなずいた。それを受け受話器を取り上げ、牧田の会社携帯に電話をかけてみた。はい、牧田でございます。牧田さん、俺だよ。今すぐ会社に戻ってきてくれないか？もうすぐ旅館に着くんですよ。正気で言ってるんですか？牧田のダミ声が俺の地打を打つ。なら、旅館へ着く前に最寄りのドライブインで待機してくれ。どこのドライブインが近いんだ？すると牧田が
バスの運転手に確認し、今いるところの最寄りのドライブインの名を告げた。じゃあ、全員そのドライブインで待機してくれ。1時間ほどで追いつけると思う。俺は事情が分かっていない牧田の相手をすることなく、一方的に電話を切った。さて、じゃあ俺たちも行こうか、半沢さん。私が行ってもいいんですか？また部長を怒らせてしまいそうで、怖いです。そうさせないために行こう。学歴で人を評価するような会社になってからじゃ遅いんだよ。俺は残ってしまった仕事は旅行後にしようと片付け始めると、居心地が悪かったのか、千佳子が手を貸してくれた。それから俺たちは金田に車用車を運転してもらい、みんなの待つドライブインへ向かった。後部座席に座った俺は、隣に座る千佳子と普段どんな仕事をしているのかとか、どんな趣味があるのかとか、取り留めのない雑談を交わした。台風は去ったのか、俺たちが台風の進路から遠ざかっているのかは不明だが、雲の切れ目から青空が覗いている。社長は大学を出ておられるんですか？一応ね。まあ学んだことは多かったけど、どちらかといえば遊んだ記憶の方が鮮明なんだ。勉強しながら遊べるんですね、大学は。勉強ばっかりしている人もいれば、遊んでばかりいる人もいた。いろんな人と出会えて楽しかったかな。俺は腕時計に目を落とし、もうすぐ目的地に着く頃だよ、と千佳子に言った。ちょっと怖い気がします。今朝の牧田の態度を思い出したのか、千佳子は憂鬱そうな表情を浮かべている。無理もないよな、と俺は思った。千佳子はまだ16歳なのだ。自分の親より年上かもしれない牧田に邪険にされたとあっては、怯えてしまうのも致し方ない。俺は何としても牧田から正確な情報をヒアリングしなければと気を引き締めた。俺たちの車が待ち合わせのドライブインに到着した。そこには他に車はなく、大型のバスが大型車のエリアに止まっていた。すると、バスの中から人が降りてきて、こちらに向かって走ってくる。彼は確か営業部の折原という社員で、20歳という若さで、なかなかの営業手腕を見せている人物だな、と思い出す。俺は車から降り、折原と向き合った。牧田部長を今すぐ呼びなさい。部長をですか？そうだよ。君たちにここで待機してもらっていたのは、俺が牧田部長と話したいことがあるからなんだ。せっかく来てくれてすまないが、部長を呼んでほしい。すると折原は、きびすを返して走っていき、あちらのバスに軽々と乗り込んだ。俺がひたすらバスを見つめていると、牧田がのっそりと降り、こちらへ向かって歩いてくる。俺も牧田の方へと歩き始め、俺たちはちょうど車とバスの中間点付近で向かい合った。牧田は車内で酒を飲んでいたようで、吐く息からアルコール臭がする。牧田さん、なぜあなた方がここで足止めされたかわかりますか？知りませんよ、そんなこと。牧田は心底めんどくさそうに言う。人一人を傷つけておきながら、ずいぶん横柄な態度だと思った。あなたは今朝、半沢千佳子さんがバスへ乗るのを止めましたね。何でも、中卒は留守番をしているようにと言ったとか。誰がそんなことを言っているのか知りませんが、俺は言っていませんよ。まあ、素直に認めるようなら、苦労はしないよな、と俺は思った。では他の社員はどうだろうか。それほど自信満々だということは、他の社員への口止めもしている可能性もあるが、勇気を出して真実を語ってくれる社員もいるかもしれない。正直なところ、ちょっと怖い。社員たちが俺を裏切るような真似をしたら、
俺はきっと誰も信じられなくなる。実力主義だなんて歌っておいて、実は学歴主義でしたなんてことにもなりかねない。バスが近づいてくると、社員たちが窓越しに俺たちに視線を送っている様子が見て取れた。俺はバスに乗り込み、社員たちの顔を一通り見渡すと、声を大にした。今朝、牧田部長が半沢さんの乗車を拒んだ場面を目撃した者はいるか？車内は静まり返り、緊張した空気の中、誰も声を上げようとしない。そのうち、牧田が戻ってきて、俺の後ろに立った。本当のことを言ったからといって、処罰されることはない。言ったことが原因で、牧田部長に何かされれば、必ず俺が対処するので言ってほしい。そこまで言ったところで、なおも沈黙が続く中、一人の若者が挙手をした。先ほど連絡係として俺のところへ来てくれた営業部の折原だ。自分は見ました。半沢さんに中卒は留守番だと牧田部長が言っていました。すると車内のあちこちから手が上がる。みんなの声に耳を傾ければ、折原と同じことを口にしていた。出発間際に千佳子が持っていた折りたたみ傘が壊れ、暴風雨の中、ずぶ濡れになっているのを見たという目撃談まで飛び出してきた。この旅行の会社出発は午前8時で、俺が千佳子を見つけたのが午後9時頃のことだ。ということは、千佳子は雨風の激しい台風の中、1時間前後呆然としていたことになる。しかも千佳子は、俺の呼びかけに応じるのにかなり時間がかかっている。それほどの辛労を与えておいて、自分は車内で酒を飲んで楽しんでいたのかと思うと、とても看過できる状況ではないという結論に達した。牧田さんの席はどこですか？気づけば俺は大声でそう尋ねていた。折原が牧田の荷物をまとめ、俺の目の前まで持ってきた。折原くん、すまないがその荷物をバスの外に置いてくれないか。はい。とはいえ、俺と牧田の存在が邪魔で、折原は外に出られない。俺は牧田と向き合うと、降りてくれ、と言ってバスから降ろし、俺もバスから降り、続いて折原が牧田の荷物を外へ置いてくれた。おいおい、これはどういうことなんだ。俺はな、先代の頃からこの会社に仕えてんだぞ。わかってんのか。牧田は顔を真っ赤にして俺に怒りをぶつけてくる。牧田さん、まず半沢さんをバスに乗せなかったのは本当ですか？だからなんだってんだよ。そうだよ、俺がバスに乗せなかったんだよ。あんな中学を卒業したばっかりの未成年なんかがいたら、うっかり酒も飲めねえだろ。それがあなたの本性ということですか、牧田部長。俺も中卒で散々バカにされまくった。だから一回ぐらいバカにする側に回ったって、罰は当たらねえだろ。なんて言い草だ。完全に理論が破綻してしまっていることに、牧田本人は気づかないというのか。自分がされて嫌だったことを他人にすることで満たされてしまうなんて、性格が歪んでいるとしか考えられない。父は本当にこんな男を信頼していたのだろうか。まったく、先代には容易に取り入ることができたが、二代目は簡単にはいかねえか。お前の父ちゃん、バカだったよな。と、ゲラゲラ笑い出した牧田に、俺は冷たく言い放つ。ここから先は自力で帰れ。は？俺はお前を部長とは呼ばない。みんなにも部長とは呼ばせない。これがどういう意味かわかるか。俺がそう言うと、牧田は途端に涙を見せた。この男、酔っているのかシラフなのか、とてもわかりにくい。待ってくださいよ、社長。俺はこの会社の創立メンバーですよ。その俺を部長から降格させようって言うんですか。
この会社に長く貢献してくれたことには感謝する。だが、今日の一件で、あなたは部長の器ではないということを露呈してしまった。あなたは自分で自分の身を滅ぼしたんですよ。そう言ってやれば、牧田は膝から崩れ落ちて、地面に額をつけんばかりに泣き叫ぶ。そして、俺はずっと車用車の中にいた千香子を連れ、牧田の前に並んで立った。おのれ半沢、俺が部長で亡くなるのは全部お前のせいだ。なんで社長にチクったんだよ。千香子は自分の存在が牧田の逆鱗に触れていると知り、すぐさま俺の背後に身を隠す。大丈夫だからね、半沢さん。安心させるように千香子に声をかけた。俺は千香子に車用車に戻るように言い、地に伏した牧田を見つめた。社内旅行、牧田さんは不参加ということで、一刻も早くお帰りください。俺は何の感情もこもらない口調でそう言った。待ってくれ。こんな偏僻な田舎でどうやって帰れって言うんだ。タクシーを呼んで最寄り駅まで送ってもらい、電車で帰るのが一番早いかと思いますよ。俺も牧田に背を向ける。そして車用車に乗り込むと、金田に車を出してくれと言い、ドライブインに泣き崩れる牧田だけを置いて宿へと向かった。なんだかご迷惑をおかけしてすみません。遅かれ早かれこうなっていたような気がするよ。海は早いうちに出しておくに限るんだ。俺は自分に言い聞かせるようにそうつぶやいた。それから俺たちは宿に到着し、夜の宴会まで自由時間を楽しむことにした。近所の自然探索に出かけるもよし、温泉で日々の疲れを癒すのもよし、部屋でくつろぐのもまたよし、といった具合だ。俺は牧田のことがショックで、しばし自分の部屋でぼんやりしていた。社長の俺は個室を取ってある。そこで、あれと気づいた。そういえば、このホテルの部屋もそうだが、出張などの時のホテルの予約や、新幹線や飛行機のチケットを抑えてくれているのは、ここのところ千香子ばかりであることに気づいた。彼女に秘書をやってもらうことはできるだろうかと考える。やれるな。ちゃんと教えさえすればできるはずだ。もちろん秘書だからといって、最初から完璧にこなしてもらおうとは思っていない。慣れるまでは総務での仕事の傍らで俺のスケジュール管理などをしてくれればそれでいい。あとは本人がと言ってくれるかどうかだった。社員旅行は始まりこそ微妙だったが、その後は終始お祭りムードで大盛況のうちに終わった。旅行後、牧田には正式に降格処分を言い渡し、減給となった。牧田の後任の営業部長については、まだ社内で人選中だ。今回の件を俺は父に話してみた。牧田というのは結局のところどんな人間なのかと聞いてみたりもした。父はよくわからないと言っていた。確かによく働いてくれ、その面だけは信頼していたが、それ以外の面を信用できるかどうかは謎のままだそうだ。牧田は日々新規の飛び込み営業をしているようだ。初心に戻って仕事をしなさいという営業課長の命令に従っていると聞いている。牧田がいつまでこの生活を続けるのかについては誰にもわからないことだった。そして俺は旅行が終わってから千香子を社長室に呼び、社長秘書をやってみないかと打診してみた。最初は出張の手配なんかをお願いできると助かる。もちろん総務の仕事をやりながらで構わないんだ。最初は宿や交通機関などの手配を中心にやってもらい、慣れてきたらスケジュール管理なども頼みたいと言ってみる。私なんかに秘書が務まるのでしょうか。務まるかどうか試してみたらいいじゃないか。もしどうしても無理ということであれば、
君が総務の仕事に専念できるよう計らうよ。まずはトライアンドエラーを繰り返し進んでみること。自分の能力はこうなのだ、ここまでなのだと決めつけてしまわないこと。そうして進んでいこうと俺は決めていた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。